様こんにちは。お時間になりましたので始めさせていただきたいと思います。本日はお暑い中ご参加いただきましてありがとうございます。横浜市葛ヶ谷地域ケアプラザ主催で庭木のお手入れ講座をこれから開催いたします。本日の講座はですね、次第の最後にご案内します選定スキルを生かした地域支え合い活動をされている生活支援ボランティアグループの活動員の皆様の勉強会としてもご案内しております。それでは木下先生、早速ですが講義よろしくお願いいたします。おはようございます。本当にお暑い中、よくぞいらしてくださいました。木下徹と申します。よろしくお願いいたします。で今日の講義の中ではね、その本の中身も出てきますのでね、それから先ほど言った YouTube のことですね。それでここの、ページ1ページの下にね、樹種別に動画を探すならこちらが便利っていうこの QR コードあるんですけど、この QR コードは便利だと思います。私の YouTube に連結してるんですけど、例えばお庭に歩きで今日はアジサイ切りたいなとか思った時に、アジサイの動画どれだろうっていうのを探す時にですね、私の YouTube いきなり行っても250本ぐらいの動画がありますから、その中からアジサイ探すのはえらい大変なことなんですよ。でここの、QR コードからリンク、ホームページのリンク行っていただきますと、もう一覧になってますので、植物の名前が一覧書いてあって、で右側にこう番号が書いてあって、それをクリックすればもうすぐ YouTube 飛びますので、かなり便利に使えると思います。で今日は、主にね2つの点、正しく切るっていうことが説明したいのが一つと、それから切る上で、技術的な切り詰めと切り戻しということについてね、その2つを、論点にしてやっていきたいと思っています。でまず最初、この正しく切るということについてなんですけど、でコジット論というのがね、その根本にあります。理論的にはね、これはアメリカのシャイゴっていう先生がですね提唱した、樹木の防護壁に関する論理ということなんですけど、これは先ほどお渡しした枝のサンプルでは多分ないと思います。ブランチカラーがある枝っていうのはね、なかなかないんですよ。だからほとんどの方はこれが発見できないと思うんですが、それで切り方としては、このブランチカラーの膨らみの途中で切らない、膨らみを逃がして切る。で、上はバークリッジを確認して切るということになってるんですけど、このバークリッジっていうことについては、皆さんが、受付で受け取っていただいたその枝にバークリッジがあると思うんです。必ずあると思うんです。こういう枝があって、この枝の股のところにちょっと山脈のようにガチガチっと盛り上がったところがどんな小さい枝のところにもあると思うんです。これがバークリッジなんです。でそれを傷つけちゃいけないっていうのが大事なことなんです。バークリッジの山脈の上にガチガチっとなっているところのガチガチにノコギリを入れちゃったりなんかすると融合しにくいんですね。で、皆さん持ってるようなブランチカラーがない場合がほとんどだということで、ここからは、シャイゴ先生の理論を踏まえて、私が長年の経験の中で、ブランチカラーが確認できない場合はこういう切り方をしたらいいんじゃないかということをずっと長年やってきて、なおかつその後、カルスが巻いたりする状況を見ながら経過を見た上で、この切り方は理論的に正しいだろうということをね、皆さんにご紹介してるんです。シャイゴ先生の理論をちょっと応用したような形なんですけど、ブランチカラーがなくても正しく切れるよということです。でその切り方はどうなのかっていうことなんですけど、こんな感じでね、ちょっとボールペンとかでね書いてあってもいいと思うんですけど、枝の通りを見て、水線を引いてますね。ここから直角です。直角に交わるラインをこう引きます。それでその次はこのバークリッジのライン、このラインを確認します。ピンクのラインですね。
これを確認して、このピンクとブルーのラインの間を狙ってノコギリを入れる。でその時にこのバークリッジのてっぺんのこのガジガジとした部分にノコを当てない。ちょっと逃がす、2、3ミリでいいですから、山脈のねてっぺんはやらない。ちょっと逃がしたところに角度を2分するラインにここにノコギリを入れるという切り方をしてほしいんですね。で皮がむけないようにね必ず切り落とす枝は支えてこのように切り離します。こういう角度で切ってほしいんですね。このように切ってほしい。でなぜこんなにねめんどくさいことしなきゃいけないかっていうことなんですよ。枝なんか別にノコギリでゴリゴリって切りゃ誰にでも切れるでしょ、力さえあればね。どこで切ったって別に木が起こるわけじゃなしね。誰かそんなに文句言う人は僕はすごく文句言いますけど、でも普通の方はね変な切り方したとか言われることはないと思うんですよね。だけどなんで正しく切らなきゃいけないかっていうとね、一つね見栄えが悪いと僕は思うんですよ。ゴツゴツなんか切り口が見えるようなね、さっぱりして嬉しい人もいるかもしれないんですけど、その後のことをね考えるとこういうふうに寸胴切りっていうんですけど、こうブツブツっと切るやつ、ね、そうすると今言ったように切り口から芽が吹きますからごしゃごしゃに固まって吹いちゃうんですよ。今はいいですよ。今はすっごいさっぱりして坊主のようになっちゃってますけど、今は一番さっぱりしてるけど、この後芽吹いて来年になったらもう全然外の景色なんか見れないです。ごっちゃごちゃになって、こんな風にするとこの切り口の付近からこうやってわっと吐いて、しまいにはこんなですよ。イチョウの木に見えないでしょ。常緑樹みたいに茂ってますよね。この正しくない切り方をするとね、見栄え悪いのもそうなんですけど、もっと大事なことはね、この木が傷むんですよ。木が傷むっていうことはどういうことかっていうとね、木材腐朽菌っていうのが雨の中とか空気中にも漂ってるわけですよ。要するに木を腐らせる菌ですよ。ちゃんと切れてるとこのように腐朽菌が止められてる、先ほどのシャイゴ先生の理論で、防護壁って言ってた防護層とか防護壁とか言うんですけど、それがこの色の濃い部分です。木が切られるとそこに防護壁を作って、そこまでで腐朽菌を止めようとする、その壁なんですね。このちっちゃい三角で済んでるってことは切り方が正しかったからここで止まってるわけですね。ちょっとでも違う切り方をするとこういうふうに腐った腐朽菌がですね、この中にまでずっと入っていっちゃうんですよ。だから先ほど面倒くさい角度の話がありましたけど、あれを守らないとこうなっちゃうんですよ。ちょっとぐらいいいだろうっていう角度で変な角度できると腐朽菌が中まで入っちゃう。こういうふうにこれを応用説明しますけど、今最初に言ったこの寸胴切りしないでくださいって言ったこれですね。寸胴切りで、寸胴切りじゃないよ、ちょっと枝残ってるよみたいなね、お情け程度にちっちゃい枝残したりする切り方もしたりしますけど、それでもダメです。こうやって腐朽が入ってきます。でよくあるのがね、この太い方を切る場合ね、その時に水平に切っちゃう人は多いんですよね。水平に切ろうとする、こういう方は多くて、なかなかこの丸で描いた赤いラインで斜めに切ろうって考えてくれる人はなかなかいないです。植木屋さんでも水平に切った方がいいんじゃないかなみたいな考え方してるんですね、いまだにね。これはダメなんですよ。こういうふうに切った方がいいんです。ちょっと怖いでしょ、こんな切り方するの。でもこれが理論にかなってる切り方ってことなんですよ。この太い幹を切るときにここ水平に切らない。だからこの樹液の流れが大事なんです。ここからこういうふうに流れるでしょ、樹液って。でここにこう残ったものがあるとすると、ここにね、そうするとそこの残った三角の部分にはここの上の枝の養分がいかないんですよ。こういう傷口を塞ぐ養分っていうのは木の上から持ってくるんですよ。だからさっきみたいなこの水平切り、これね、みんなよくやりがちな水平切りをすると、ここの三角に樹液がいかないから、そこだけ枯れて、その枯れが中まで入っちゃうってことです。こういうふうにこの B みたいにちょこっと角度を斜めに一応しました。だけどちょっと出っ張ってますみたいな、中途半端な、
これもダメ。これも腐れが中に入っていっちゃう。これもダメですよ。こんなにでかい切り口になっちゃって、これも普及しちゃいます。腐っちゃいます。だからつまるところ、この切り方しかないんですよ。先ほどこの線引いてこの線引いて真ん中の角度でなんて面倒くさいことやってたのがこれなんですよ。だからこのお渡ししたこの5ページの図の中で正しい切り方これだけなんです。あと全部×。これを覚えていってほしいんです。これが大事なことなんです。こんなちょっと切り残したところから腐れが入って、この枝が出っ張ってる枝が枯れるだけじゃないってことです。先ほどの図のように中に腐朽が入っていってこういうふうになっちゃうことになるわけです。だからキノコ出てきた時点でもう全部侵されてるってことです。木一本、キノコ枝先にちょちょちょってこうキノコがちょっと見えたらもうその木全部腐朽菌に完全に侵されてるってことです。行き渡っちゃってるから、そのキノコ取ろうが何しようがその枝だけ取ろうが関係ない。もう全部感染してるようなもんだから、もうそこから治すとかね、そんなことは考えられないですね。こんなような状態でね、切ってみなきゃ分かんないかもしれないけど、こういうふうにキノコが生えた木っていうのはもうそれに近い状態にどんどん進んでるってことです。いろんなキノコありますけどね。もう根っこの底が真っ白に、で触るともうスポンジみたいにブワブワ。こんなような状態でギリギリ立ってるんですよ。だからもうちょっと風が吹けばね、次のその左下の写真ね、これケヤキが倒れてるんですけど、こんなことになったりですね。これはだから枝の切り方一つ間違えればそういう腐朽菌が枝の中入ってってやがて幹の中腐らせて、ね、で根っこも腐朽菌が入ってそれでこうなっちゃうわけです。で腐朽の原因はほとんどが剪定の枝の切り方の間違い。枝を誤って切ってそこから腐れが入るんです。寿命とか言う人いるけどそんなに寿命短いもんじゃありませんよ。切って結局人間が手を加えていくとね、普及させてしまう。またここにね戻りましたけども、この切り方しかないんです。これ以外の切り方をすれば木は傷むということをね口を酸っぱく言っておきたいんです。だからこれだけはよく覚えていただきたい。でこれは何に基づいているかというと、もともとはポジット論という理論に基づいたお話です。どういうところを切るのかとかねいう話もちょっと しなきゃいけないなということで2つ目のお話になりますけど、でこの図は、皆さんのところにはないと思いますけど、私の本の挿絵の中から引っ張ってきたんです。よくあるイミ枝ってやつですね。イミ枝を切りましょうっていうのがよくあって、こう立ち枝とか徒長枝とか、あとこの地際から出てくる人映えを取りましょうとか、そういうのはよくあります。その図なんですけどね、要するに何が言いたいかというとですね、この切り詰め剪定と切り戻し剪定の違いというのを、覚えて帰ってほしいなというのが次の私のね今日の目的なんです。で切り詰めとか刈り込みとかっていうのはこの左の図のように要するに輪郭を、輪郭を揃えるだけね。刈り込みでもいいし、木ばさみでちょんちょんちょんって揃えていってもいいし、枝先だけを切ってる。枝先だけを切るから、先ほど言ったように切り口の数だけ芽が吹くってことですから、こういうふうに切られたとこからもうその後すぐ芽が吹いて濃くなっちゃう。でもう一つの切り戻し剪定っていうのは何かっていうと、元あったこの、状態からですね、このイミ枝を抜き、例えばこれは胴吹きしてるからこの胴吹き枝を取りということですね。例えばここにある葉っぱはここに生えてるんじゃなくてこっちから出てきてる。このね左へ行ってる枝から出て右へ行って幹を通り越してこっち来てる。こういうのはねイミ枝なんですよ。私は越境枝って言ってるんですけど、元来のあるべき姿じゃないですね。こっちの左へ出た枝はこの枝みたいにこう左へと展開していってほしいんです。こっちをやってほしい。こっちの右の方へね越境してほしくないわけですよ。
だからこの枝は切る。というふうに切ると、この左の図のようにさっぱりしてくるんですよね。ここの影響枝切って、この道具切ってということで、こういうふうになります。これが切り戻し設定であり、その意味枝を意識して、いらない枝を抜いていくということです。だから結構ね、時間はかかりますよ。輪郭をパリッと刈り込むよりは、ずっと時間はかかるけど、その後なんですよ。この切られた後の芽の吹き方っていうのは、残すべきして残してる枝だけが残ってるわけだから、その後の姿がね、良くなるってことなんですね。下から始めると、切りやすい枝を先に切っちゃうでしょ。届くところとか、切りやすい場所にある枝を先に切っちゃうから、下の方がすごい寂しくなっちゃう。で、上の方は、届かないから今回やめとこうってなっちゃうと、上の方こそ木は強く伸びるのに、そこを残しちゃって、下のあんまり成長が良くない部分を取っちゃうから、下のなくなった頭だけの重たい集まった形の木作っちゃうんですね。だからそういうことを考えると、やっぱり頭から切って、下は手加減しましょうって言った方がいいのかなと思うことありますけど、ただその理屈が分かってきたら、下から切ってもいいですよってことですね。で、切り詰めと切り戻し、先ほどお話しした、刈り込みにすると、切り口が増えるから、その後密集するよっていうことですね。で、切り戻しはこんだけ赤いところをちょんといっぱい切んなきゃいけないから大変だけど、その後芽が吹いた時にこの輪郭の中でなんとなく収まってくれるから、長持ちするんですよね。景観がすぐに乱れちゃうってことはない。で、これは切り戻しのことをもうちょっと分かりやすく動画で、示してるんですが、ちょっとご覧いただきたいと思います。桜の木ですけどね、これだけ高いものをこの半分ぐらいまで小さくしたいなって言ったときに、ここでバリバリって刈り込みしちゃダメですよってことです。切り戻しでもうまく枝の間を透かしながらすることができますよってことでね、これを今洗濯バサミのちっちゃいやつくっつけてね、ここが輪郭になるようにしたいなということで目印をつけてるんです。この洗濯バサミのラインをたどっていくとね、ちょっと扇形になってますよね。ここで切るんじゃないですよ。これを残すんです。この洗濯バサミのついてる枝先を残す。それが切り戻し剪定なんですね。これが残るように切るにはどうしたらいいかって言ったら、ここにハサミ入れれば洗濯バサミ残りますよね。これもここでハサミを入れると取れちゃうけどね、ここで切れば洗濯バサミついてた枝が残って、それより出っ張ってた枝がなくなったんですね。で、真ん中のちょっとでかいのは後回しになるから、これもう一段下げても一応輪郭が保てますよってことでここで切ったんですね。3つあった洗濯バサミを2つにしても一応輪郭ができる。で、次の枝は洗濯バサミ向こうの奥についてますよね。だからこの洗濯バサミだけ残ればいいんですが、ちょっと勇気がなかったらもう少し軽めにこっちを切ってみて、それでもこの枝なくてもいいかなっていうことであれば、さらにこういうふうに切っても輪郭が残るということです。で、左の方に行きます。ここにも2箇所ついてますよね。こうすると洗濯バサミに残る。で、ここに残ったのはいわゆる徒長枝1本残ったの。で、徒長枝を輪郭で詰めて揃えちゃおうかなっていう考えするかもしれないけど、それはやめた方がいいですね。ここで揃えちゃうと、ここの芽がね吹いてすぐ形崩れちゃうんですよ。だからもう徒長枝なんだから、こういう切り方しないで、もう元で切っちゃった方がいいです。どうせ徒長枝がまた出ちゃうわけだからね。こんな風にすると、この洗濯バサミのラインがダーッと残る。そうすると大きさも下げられて、形も整ったということでね。これが切り戻し剪定なんですよ。一応この、理論的なことをね、ここまでにしますけど、
これがカルスなんですね。こう切った切り口で、真ん中まだこう枯れた感じになってますけど、周りにこうドーナツ状にこう肉が盛り上がってきてますよね。これがカルスですね。で、次第にこのカルスがこう巻いていって、しまいにはつるんともう傷口なかったかのように塞いでくれるんです。これができるのは正しく切ってるからなんですよ。もう一回言いますけど、こういうブツって切られた先は絶対こうはなりません。でね、あんまり人の批判はしたくないですけど、全部こういう切り方。これで仕事終わってました。だからこれやっちゃうと、今言ったようにここにカルス巻くことはないし、で目が吹くとしたらここから集中的にバーって吹きますから、ここからも吹くし、この切り口、この先の切り口は僕が切ったんじゃないですよ。僕ここしか切ってないですから、こう生えてたのをこう切って持ってきただけですから、こういう状態になってるから、この切り口から全部目が吹くってことですね。ごしゃっとしちゃうということなんです。だからどう切ったらいいのかっていうとね、切り戻すんだったら大抵は太い方を切るんですよ、切り戻しって。だからこの輪郭にしたいんだったらこっちを切ればいいですね。こっちを切るんですけど、こっちを切るんですよ。でここの切り方がさっき最初の方で説明した、切ろうとする通りと、ここのバークリッジとの間の角度で切るっていう、その面倒くさい切り方をちゃんとしてあげれば、今お配りしたみたいな融合をしていくと、樹勢があればね。でもこの切り方はずっとされてたら樹勢がなかなかつかないから、こうね、融合できないかもしれないですけど、切り方としてはそうしてほしいなということです。ないほど切られちゃってたので、もうこんな風にね、こんな風になってた。で、そう、みんなまっすぐ切ってるでしょ。これ切りやすいからね。だから枝切るの好きな人はこういう切り方しますよね。切るの大好きな人いるでしょ。ノコズ使ったり、剪定バサミ使ったりね。今日私別にメーカーの回し物じゃないんですけど、普通の剪定バサミとかあるでしょ。これ剪定バサミって言うんですよ。植木バサミ、これはこういうのね、植木バサミ、木バサミって言いますよね。これは細い枝しか切れないです。ただ細かいところに刃が入りますんでいいんですけど、ただ剪定バサミっていうのはこういうちょっと太めのところを切る時に使うハサミなんですけど、こういうのも今いろいろ進化してましてね、普通だと握力たくさんいるものが例えばこういうね、これちょっと変わってるんですけど、ここの握りがね、こうぐるぐる回るんですか。なんで回るかっていうと、こう最初手当ててこう絞り込んでいくときにちょうどいい位置にグリップが来るんですね。手が小さい人はなかなか届かないんですよ、これが。だけどこれはグリップの方がこう巻いてきてくれるので、非常に最後に切るときに一番力が入るんですよ。だから割と女性の方でも使えるということでね、これは一つ人気ある。あとね、これはね、実際にここで後で見ていただいたらいいんです。これはね、アンビル式のハサミなんですよ。アンビル式っていう、方式なんですけど、何かっていうと、包丁をまな板に下ろすみたいな感じ。だからこれ行き違わないんですよ。ハサミの、これ切り刃と、これ受け刃とは言わないんです。これがアンビルなんですけど、この下の、要するにまな板の部分、これがこういうふうに受けてて、そこに両刃の刃がストンと落ちる。まな板の上に包丁を下ろすみたいな感じで切るから、すれ違わないんですよ。先ほどのグリップが回るやつよりもこっちの方が楽に切れるんじゃないかなと思いますけど、そういうふうに道具もいろいろ進化してますんでね、その辺のことも、もしこれからね、今日はこの講座やって、無償に木切りたくなったら、多分そこらへ行って、ね、買いに行ったりなんかするでしょうから、その時の参考にね、なかなかお店で陳列してるやつ試し切りさせてってできないでしょ。だからこういう機会に
皆さんにお渡しした枝切ってもいいし、ここにあるちょっと残ってる枝もありますから、実際に切ってみて自分にはどれがいいかなっていうことをね、やってみるチャンスですからね。私売りに来たんじゃないんで何も売りませんからね。置いときますけど、これはアルスコーポレーションというね、大阪の堺にある会社なんです。日本のメーカーです。カタカナで外国っぽいけどアルスっていう、通常言われてるねメーカーです。じゃあとりあえずは質問を受けましょうか。はい、まずははい、じゃあ、今のですね、ご講義の中のご質問でもよろしいですし、あと日頃皆様ですね、されてる中で、こういった場合はとかいうですね、ご質問とかありましたらぜひ。だからね、そういう場合やっぱり切り戻しがいいですよ。先ほど言った切り戻しっていうのは、例えばでかくなってるこの太いやつが先行ってでかくなってたら、これ自体はなくしちゃっても、こっちの脇にある枝が木としては同じ性質があるわけですから、こっちの枝をあんまり手つけないでそのままにしておけば、そうすると花も咲くし実もなるわけですよ。この枝がちゃんとしてればね。でこっちの大きいやつにもなるかもしれないけど、それをここで捨てちゃえばいいんですよ。だから全体を切っちゃうと時期にもよるけど、その花芽を失ったり実を失ったりしちゃうわけだから、でかいやつ太いやつを細い枝に切り替えちゃう。こっちは捨てちゃうけど、こっちはほっとく、そのままにするっていうふうにすれば失敗はないですよ。必ずどっかに実はなります。全体に小さく刈り込んだみたいにしちゃうと花を失っちゃいますね。高枝切りでここになんていうの、コジットに従った角度で切るなんてできないでしょ、こんな高いところでね。だからそういう意味ではもうそこまでいけなかったら植木屋さん頼んでほしいんですけど、あとはね、また宣伝になるけど、年取ってねっていうか、私もそうだけど、電動の剪定バスの高枝切り、こういうスイッチ入れてね、こうやって動くんですよ。こういうところをこうやってピン、それでまたこれアルスです。アルスコーポレーションです。何がいいかっていうと、ここの刃が曲がってるでしょ、こっちへ曲がってるでしょ。この角度がね絶妙なんですよ。また持ってて、でね、もうちょっとこっちにこう向けてここをね切ろうっていう時に、これが手元でこう回せるの、こういうふうに。だからほとんどいい角度のところに持ってこれるんですよ、こういうふうに。でこう狙って切るとほぼコジットで切れる。ほぼ切れてるでしょ、ほらこの角度で切れば融合しますよね。ちなみにいくらかっていうと高いですよ。これ11万します。だけどそれだけのものはあるっていうかね、なかなかいいと思いますよ。それも今持ってきてますんで、私ね、もう時間だけどこの後ねしばらくいますから、だからこうみんな試して切りたいでしょ、切りたくて来たんでしょ今日だから少し付き合いますから終わった後ねそのハサミいろいろ試して切ってみてください。使ってみて欲しくなっちゃったらごめんなさいねということなので、一応講義はここまででいいです。ありがとうございました。じゃあここで一応終わりとします。はい、じゃあ先生の講義は以上させていただきます。ありがとうございました。ね、見る？見えます。でこう来て。おお。すごいね。ほら次。はい。お荷物入ろう。ありがとう。すいません。このぐらいの太さでも全然大丈夫です。ご指導願います。はい。分かった？すごい。ちょっと皆さんやってみた方がいい。思った以上にすごいですよこれ。苦戦しちゃったけど。重